は長谷川の72分の1スケールミラージュ F1C の仮組みを行います。ミラージュ、フランス空軍の全天候型迎撃戦闘機ね。そうそう、ミラージュシリーズの一つなのだ。いつ頃に発売されたキットなの？ 1983年となるのだ。ちょうどオーモールドのキットが増えてきた時期だけど。このキットはトツモールドなのね。そうなのだ。ミラージュ F1C のキットはトツモールドばかりで、オーモールドは1988年の SC まで待つことになるのだ。そうなのね。まあこの SC のキットもあまり評判は良くないんだけどね。ミラージュといえばデルタ翼のイメージが強いけど、ミラージュシリーズの中では珍しく F1C は交代翼と通常の水平尾翼を採用しているのだ。どうしてデルタ翼じゃないの？ 1963年フランス空軍が磁気主力戦闘機の要求仕様を出したのだ。ふむふむ。全天候で高高度超音速飛行ができて、さらに低高度低速でも安定して飛べる機体。迎撃から制空戦闘、対地支援まで幅広い任務をこなせる機体ってことね。しかも短距離滑走路や未舗装の滑走路でも運用できることが条件だったのだ。つまりエストール性能が求められたのね。それに応えるために脱走車では可変翼のミラージュ G、 可変翼のミラージュなんてあったのね。さらに垂直離着陸機のミラージュ 3V などいろんな新機軸の機体も準備していたのだ。垂直離着陸機まで野心的ね。でも新機軸は信頼性やコスト面の問題があって、より保守的な設計の機体の開発も同時に進められていたのだ。それがミラージュ F1 の原型になったのね。そうなのだ。新機軸は価格面で折り合いがつかず、結果的に保守的な本機が採用されたのだ。保険で用意してた方が選ばれるってこともあるのね。デルタ翼を外して新機軸を試したけど、最終的には保守的な設計に落ち着いたというわけなのだ。性能面ではどうだったの？海外セールスには力を入れてたけど、当時最新技術を使った F16 にことごとく負けてしまったみたいなのだ。保守的な設計だから仕方ないかもね。でも価格面と機体構造のシンプルさが評価されて、南欧、中東、アフリカ諸国への輸出は好調だったみたいなのだ。性能よりもコスパ重視の国もあるわけね。実戦では1980年代のチャド内戦にフランス空軍機が参加してるのだ。ふむふむ。1987年にはイラク軍のミラージュ F1E 級が AM39 エグゾセを使って対艦攻撃を行った記録もあるのだ。対艦攻撃までできるのね。南アフリカ空軍の F1CZ も国境紛争でミグ21やミグ23と交戦しているのだ。エクアドルでも実戦投入されていたわけね。そうなのだ。その後いろんな新技術を盛り込んだミラージュ2000へと発展していくのね。ミラージュ2000ではデルタ翼に戻ったのだ。そんなミラージュ F1 だけど、長谷川以外からもキットは出てるの？ 72分の1スケールに絞って紹介していくのだ。お願いします。まずはエアフィックス。1978年に発売されたのだ。このキットは1983年に MPC、1987年には軍勢産業からも発売されてますね。同じ1978年にフランスの LL からも発売されたのだ。お膝元のフランスからも当然出るわけね。そして1983年に今回紹介している長谷川からも登場。これは2007年にレベルからも出てるみたいですね。1988年には SC からも発売されたのだ。初のオーモールドということで期待されたのだけど、実際はどうだったの？機種やキャノピーの形状に難があって、主翼、尾翼も小さめと言われてるのだ。SC が倒産する数年前のキットだし、金型も他社に引き継がれていないのね。ちょっと評判は良くないけど、流通量が少ないからむしろ貴重な存在かもしれないのだ。なるほど。そして2016年スペシャルホビーからも発売されたのだ。こちらが現時点で一番新しいキットになりそうね。では早速パッケージの内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは変態で発信するミラージュ F1C なのだ。マーキングはフランス空軍機のようですね。箱の中身はグレーのランナーが4枚、透明パーツが1枚、デカール1枚、組み立て説明書、それに塗装図も付属しているのだ。マーキングは3種類。第5航空団第1飛行隊所属機、第12航空団第1飛行隊所属機、同じく第12航空団第1飛行隊所属機でタイガーミート参加機となる。なるほどね。部品点数は全部で50点。部品点数はそこまで多くないわね。それでは
長谷川の72分の1スケールミラージュ F1C の仮組み始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で4パーツ。操縦席床と座席、計器パネル、操縦桿となるのだ。計器パネルはデカール表現で、座席のサイドパネルにもデカールを貼るのだ。パイロットがついてますね。ついているのだが、なぜかタッチスタイル。次はエアインテークですね。エアインテークは2個組み立てて、それぞれにパーツ構成なのだ。出来上がりはこんな感じね。そうなのだ。次はエンジンですね。エンジンといってもノズル部分のみ、今は切り出して終了なのだ。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席を挟み込んで接着。機種の重りの指定は特になしですね。この時にエンジンノズルも差し込むのだが、塗装を考えると後からでも大丈夫かな。胴体のモールドはどうでしょうか？凸モールドとなる繊細なモールドですね。主翼はどうでしょうか？主翼は左右それぞれ1パーツ構成となる。胴体に差し込む構造となる。主翼のモールドはどうでしょうか？こちらも凸モールドとなる。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右1パーツずつ胴体に差し込む構造となるのだ。いつもと同じですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは分割式なので操縦席の開閉を選べるのだ。透明度は問題なさそうね。問題なしです。次は足回りですね。まずは左右の支脚から。主脚は各4パーツ構成なのだ。タイヤと脚本体、それに支脚ね。さらに胴体に接着するカバーもあるのだ。次は前脚ね。前脚は3パーツ構成。脚本体にタイヤが2個となる。脚本体とカバーが一体となっているわけね。そうなのだ。胴体仮面にはエアブレーキを取り付けね。こちらは開閉が選べるみたい。次はアクセサリー関連ですね。ミサイルは翼端にマトラマジックを吊るせて、主翼下にマトラ R530 を吊り下げられる。胴体下には増装も吊るせるのね。最後は細かいパーツなのだ。機種にお好みで給油ノズルと中期用のはしごをつけられるわけね。パイロットもタッチスタイルですし、情景用のパーツかしらね。では終わりに総評なのだ。今回は長谷川の72分の1スケールミラージュ F1C の仮組みレビューをお届けしたのだ。仮組み後の感想はどうでしたか？古典的な長谷川のキットながらしっかりとした作りで素直なキットだった。パネルラインは突然でしたね。お好みで彫り直ししてもいいけども、直線以外のパネルラインが多めなので面倒かな。組み立てやすさってどうでしたか？パーツ数はそこまで多くない。組み立てのステップも少ないので初心者でも組み立てやすいかな。古いけども信頼できるキットというわけね。そうなんだけど、これよりも新しい金型も出てきてるのも事実。今だとスペシャルホビーとかになるのかしら？精度だけを求めれば最新キットに劣るんだけど、リーズナブルで組みやすいので選択肢としてありなのだ。先人たちの作例も見つかるので参考にもなりますしね。気軽に組み立てるには最適なキットなのかな。ではでは、動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。では、バイバイ。